はい、お待たせしまありがとうございます。した。美味しそう、鶏肉や。大変だね。はーい。とりあえずドレッシングをかけますわ。お願いします。これがこれはネギ生姜ソースで、これスイートチリソースですね。これは混ぜるの？別に好きにしていいんですけど。おすすめは？好きにするか。私は両方をちょっとずつかけるのが好きですね。じゃあ味変しようかな。ははい、すいません先に。ああ、どうですか？爽やか。ガスパーチョ。ガスパチョはいいね。いいね、ガスパーチョはね。なんかね、これはシンガポールチキンライスの、根っこなんですけど、でシンガポールチキンライスだったら基本的には3種類のソースがつくのよ。へー。このスイートチリみたいなのと、生姜のソースと、あと今度はお醤油ソースみたいな3種類なんだけど、めんどくさいから生姜とソースを合体させたんですね。そしてネギが加わったっていう。なるほどね。まあでも一応3種類のものがもはや入ってるわけね、あれ。いや、ちょっと違うけど、その方がいいかなと思って。美味しい。本当？このソース美味しい。つーさん、これガーリック入ってる？ソース？入ってないよ。生姜。チキンを炊くときにガーリック入ったよ。そうだね。ガーリックの風味があるなと思って。これあんま嫌いな人いないだろうね。この味は。あとほら、ガス代使わなくていいから楽なの。っていうか、このめちゃくちゃ忙しい時にこんだけの料理を作れるっていうのが驚きですよ。別に作ってないけどね、チキンライスしか。でもそれでもさ、余りもんでしょだって。余りもんっていうか冷蔵庫にあるものでなんとかする的な。素晴らしい。いやもうつーさんもこれパリでは散々引っ越ししたから8軒目ここ。すごいね。14年間で8軒引っ越しした。すごい。マミタスは？私でも全然そんな引っ越してないよ。あ、そう。だって最初15区で、次14区で、ここだもん。3軒だけで。なんで3軒なのにこんなに荷物が多いんだろうね。すごいね。もう最初の段階ですごい多かったから。どうやってこれ日本から持ってくるの？どうやって持って帰ってきたの？スーツケース3個で来たと思う。スーツケース3個にこんな入んないじゃん。でも、なんか私日本のドライバーさんみたいなでこうなんていうの、いろんな人をピックアップ、空港でピックアップしていろんなところにこう届けてくれるタクシーみたいなやつ頼んだんだけど、確か2週間ぐらいだけ最初の15区のうちに入れなかったから、なんか Airbnb みたいなところで2週間だけ泊まってたわけ、そこに。で2週間だけいたお家から15区のうちに行くのにもまたその同じドライバーさんに頼んだら、なんかめっちゃ荷物増えてますよねって言われて。そうだよね。2週間の間にどんどんお鍋とかすごい買ってたから、どうせそれから使うからと思って、そうこれなんかちょうどねボンマルシェでセールとかしたのでそれで「お鍋が」とか言ってストーブのお鍋とか買ったりしてたから。だってさ、前の俺の家にさ、2人で住むっていう案もあったのにさ、結局マミコの荷物見てみたらさ、こんな入るわけないみたいな。そうもうなんか何ちゃんちゃらおかしいっていうか何言ってたんだろうねって感じ。本当にそう。多分寝る場所がなかったよね、そしたら。本当にない。だから俺も引っ越し散々してるけど、その引っ越し自体はそんなに大変じゃなかったっていうか。あ、そうなんだ。8回ともだって最初の時なんて、スーツケース2つで来て、だから電車でメトロで引っ越ししたからね。そのままだってスーツケース2個持って行くだけだから。そんなもんだよ。もうタクシーとかで行けちゃうよ普通に。だからこういう時ミニマリストみたいな人はいいんだよ。楽だから本当に引っ越しも。そりゃそうだ。だってスッて進んだらはい行きますみたいな。でも今ね、ミニマリストの人って、断捨離とかで捨てすぎちゃって、本屋さんとかで、やっぱり捨てなかったらよかったのにって言ってまた買いに来る人結構いるんだってなんかやっぱり大事だったみたいな、だからダメなのよ多すぎるのもどうかと思うけどね。でも多すぎてないよ別に。なかなかの量だよ。次はもう一から全部買うからね。いやでも一からじゃないじゃん。こう電化製品とかはまあね、電化製品はね。
でもこういう家具とかさ、もし日本帰るとかなった時に持って帰れるのかなとかいつも思うよね。でも持ってくるでしょ。絶対今度は持って帰るでしょ、食器だとかなんて。だって私アメリカから帰ってきた時、机とか、なんか大きいパソコンとか、椅子とかもみんな持って帰ってきたよ。あ、そう。すごいね。それもなんか謎のパソコン机。パソコン机そうパッと見は、なんかこう猫足とかの家具なの。なんだけど、ガラガラって言うとプリンターとかが引き出しとかがついてるのがこんなの日本で見たことないと思って買ったから、それを持って帰ってきた。すごいね。だから持ち帰ることは可能です。あ、そうですか。まあね。でもいろいろなんか自分の中で夢が広がってるからさ。よかったね。今回だってツーさんの部屋があるからね。ツーさんルームがあるから。ツーさんのルームはやっぱりさ、なんか変なさバイクがこうやってさシューってなってるさ写真とかそういうの飾ったりする。なんだそのイメージ。よくわからない。これなんか G かかってるやつ。わかるよ。とかそういう写真とか飾るの？なんでだ。あとこう写真とかいっぱい飾っちゃうの？写真はちょっと飾りたいなって思ってる。動画の仕事が多すぎて、最近自分がフォトグラファーだっていうことを忘れかけて。じゃあさ、動画も流しとけばいいじゃん、ずっと。それもちょっと思ったけど、さすがにそんな家嫌だなと思って、そんな部屋嫌だなと思って。スーさんの部屋はそれでなんかいろんなさ光がキラキラとなるでしょ。懐かしいなそれ。子供の頃は部屋に上にお星様のあるでしょ。シールでしょ。夜寝る時に見えるやつでしょ。キラキラ。そうだね。そういうのもいいかもしれない。違う、なるべくつーさんは全てのことを自分の部屋で完結させられるようにして、なるべくまみこの前に姿を現さないようにしないといけないなって思ってる。何それ雪男計画？もう冬眠しちゃう。そうなるべくお目汚しのないように静かに部屋で動画編集してようかなって。やだ、寂しくなっちゃうね。日中とかね。日中8時間はそこから出るなみたいな。食事とかは外に置いてあって。ありがとうございます。でもほらツーさんの部屋キッチンの横だからさ。そう。キッチンの窓取りに来ればいいじゃん。配膳のやつみたいな。そう。姿は見えないみたいな。気づいたらお皿だけ置かれてるみたいな。取りに来ればいいね。窓にね。いやちょっと楽しみだよつーさんは。もう今までずっと機材をどうにかしようと言われてたのに全部片付けられるし。じゃあなんかこういう風にしたいという夢はあるんですか？あります。まず機材とかはもっとすぐ撮れるようにしたい。もう動画になってさ機材の数がものすごい増えてるから、本当山のようにあるんだよね。でもありすぎてなんかもう何がどこにあったかもさっぱり分からなくなっちゃうから、そういうのをきっちり整理してすぐにパパって出せるようにしたい。それ並んでればパパって出るの？いやなんかこうちゃんとここにこれみたいなさ、ちゃんと名前とか書いてあるの。231とか書いてある。そう231。それでわかんの？なんか分かんないけど。あとリラクゼーションスペースを作る。ベランダに。ベランダに？そう疲れたなって思った時に外でパーッとこう、ハンモックとか？ハンモックまではいかなくてもいいけど、なんかこうちょっとリクライニングチェア的なね、で横にちょっとなんかカクテルとか置いちゃってさ、飲まないじゃんつーさん。ノンアルコールカクテルノンアルコールからカクテルね、そういう快適な部屋を。なるほど。もみちんはなんか今回やりたい夢はあるの？新しい家で。別に。マミコがすっごい引っ越したがってたんじゃん。いやもうそうだけど、だからってこれだっていうなんだろうね。植木をなんとかしたいね。今ぎゅうぎゅうだから、こう素敵な感じで、あと土とかも再生させたりとかするところのコーナーを作ったりとかして、あとゴーヤカーテンとか作りたい。あとヘチマとか。そんなに豊かな感じするの？でもヘチマがあると、ヘチマをたわしにしたりとか、ヘチマって乾かすと繊維になるから、ヘチマって体洗ったりするじゃん。そうなの？そうだよ。初めて知った。それもだから柔らかいとこと硬いとことかあるから、食器洗ったりとかもできるし、で最終的には土に変えれるでしょ。だからすごいいい。エコなんだ。でなんなら沖縄の人は食べるからね、ヘチマ。ナーベラ。
ちょっとあんま好きじゃないんだけどとかね、だからエコでしょ。あとは水ナスとか、日本のきゅうりとか、あとは枝豆とか。枝豆も行くの？すごいね。枝豆か。わかんない。ただ願望を言ってるだけ。トマトとか。トマト美味しかったじゃん。トマト美味しいんだよね。トマト作ると美味しいよね。ミニトマトとかね。なんだってほらもぎたて美味しいから。トウモロコシとか。それとトウモロコシ美味しかったの覚えてる、子供の頃。そうかもしれないけど、そんなもんできないよ。全部土にしないよ。トラクターとかでそういう勢いじゃん。確かにそうだね。でもまあ夢は広がるわね。猫ちゃんズルームもちゃんと、てか3人が仲良くできるようにどうにかしないといけないから。猫3匹なんて硬くないじゃん、もう。何よ。2匹だってない。大丈夫かな。心配。つーさん猫初めてなのにもう3匹目。でも別に3匹目はつーさんが拾ってきたからね。だってしょうがないじゃん。ニャーニャー泣いてたらかわいそうじゃん。もうでもなんか俺後ですごい分かった。昔親とかがさ捨て猫拾ってくるなみたいなさ、大変なんだなって思って、だから親はダメだって言ってたんだなって、確かにかわいそうになっちゃってさ、だってあんな助けてくれって感じになってたらさ、大丈夫ってなっちゃうよね。なんであんなとこいたのかしらね。わかんない。不思議だよね。でもこのタイミングだしね、本当に、新しくてもうちょっと大きい家になるってなったらまあいけるかってなっちゃうもんねってなっちゃったんだよ。しょうがなくない？なっちゃったの。まあじゃあつーさんが責任持って買ってあげてくれればいいんじゃない？まあ最悪つーさんの部屋でつーさんの部屋の住人にするしかないまあどうなることやらこれからの私たちの生活。でもまた新しい風が吹いてきたので流されるままに楽しもうって感じでお後がよろしいようではい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。